大丈夫です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はソニーから新しく登場するイヤホンですね。WF-C500 こちらについて正直にね、レビューしたいかと思います。今年登場したですね、WF-1000X Mark IV っていうのがね、イヤホンがね、登場してですね、これ超人気イヤホンなんですけども、僕もね、レビューさせていただいたんですけども、今回のこの WF-C500 っていうのはですね、Mark IV のね、そちらのコンセプトを受け継ぎつつ、ソニー初の1万円以下にね、収まったっていうね、税込みでは1万1000円なんですけども、1万円以下にね、収めたコストパフォーマンスに非常に優れたモデルということでですね、先行して1週間ほど先行レビューということで使わせていただきましたので、まずはこのソニーのね、WF-C500 のね、特徴っていうのを5つほど、まずはご紹介してですね、その後に使ってみたその正直な感想ですよね。ここが良かったなっていうところだったりとか、ちょっと使ってみて、気になった点とかもね、お話ししたいかなと思います。で、最後にね、こういった方はね、買った方がいいんじゃないかみたいなね、こういった方はおすすめじゃないかなっていうことをお話ししようかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品とかはじめとしたリーク情報だったり、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、ぜひこの機会に登録していただくとですね、本当にもう死ぬほどもうもう本当に喜びます。ありがとうございます。通知ベルぜひね、オンにしていただくとですね、コミュニティ欄からね、Apple 製品はじめとしたお得情報とかも見れたりしますので、ぜひ通知ベルオンにしてね、お待ちいただければと思います。今回 WF-C500 はですね、カラーバリエーションが豊富なね、結構ポップなモデルになってまして、カラーがアイスグリーン、コーラルオレンジとベーシックな、ホワイトとブラックから、これファッションに合わせてね、お選びいただけますっていうね、形になってます。で、今回はお借りしたのはコーラルオレンジですね。いきなりこれが送られてきたんですけども、まずちょっと本体ケースとか、本体のデザインっていうのをね、簡単にちょっと見ていきたいと思うんですが、半透明なデザインでソニーのロゴがあって、下側がね、オレンジですね。で、反対側に端子、USB-C の端子がついてるっていうね、形ですね。こう開けると、よいしょと。本体が出てきますね。ちょっとでもケースはね、こう開けるのがちょっと硬いかなってね、個人的には思いましたけど、でめちゃめちゃ軽いですね。サイズ感としてもほんと手のひらサイズで、本体なんですけども、よいしょと。ここでカッチンとね、磁石でくっついていると。で、取り出すと自動的にもうペアリングされるっていうね、ものになっておりますと。マーク4にね、非常に形は似てまして、こちらが物理ボタンでね、操作する、押せるタイプになってますね。この接着面結構やっぱ広いね、エコノミックサーフェスデザインっていうものになってるので、かなり耳への接着面多くて安定感あるかなっていうそうですね。本体自体はめちゃめちゃ軽いですね。ということで、まずはね、ソニー WF-C500 のですね、特徴をこれ5つね、ご紹介したいかなと思います。まず1つ目としては、DSEE への対応ですね。高音質っていうところなんですけども、これソニーのですね、独自開発技術なんですけども、この DSEE っていうものによって圧縮された音源とかで結構失われがちな高音質っていうのをCD の音質相当まで要するにアップスケーリングしてヘッドホンとかイヤホン内で保管するっていうものなんですけども、ストリーミング再生とかこの MP3 とかBluetooth、音を要するにスマートフォンから転送してるわけなんですけども、そこでどうしても音源っていうのがね、もともといいものがちょっと圧縮されて送られるわけなんですけども、その音源が自然で非常に広がりのある音というか、その質をね落とさずに送れることができるというものなんですけども、これなんで iPhone とかそういったものにはなかなかねいいんじゃないかなというところで、あと360のこのリアリティオーディオっていうのも対応してます。これ360度要するに音に包まれたようなね体験ができるものですね。Apple とかだと例えばその空間オーディオとかあると思うんですけど、そういうのに近いものかなと。専用アプリで聞いたりとかすると結構面白いんじゃないかなと思いますね。で、またこれ専用のアプリの方にも対応してます。音のカスタマイズとかもできたりですね。これ上位モデルの 1000X Mark IV と同様に結構細かくね設定とかもできますね。一応ヘッドフォンコネクトっていうものなんですけども、実際にちょっと接続して見てみたいと思います。これが実際のねアプリの画面になるんですけども、充電量とか見えるんですけども、サウンドの部分に行くとこれイコライザーが入って、これ Mark IV とかと同じなんですけども、音をどういったものにするかっていうのを選べますね。エキサイティッドとかブライトとかメロとかね、こういうリラックスした曲にするとか、ボーカルとか、いろいろねこれ選べて、もちろん自分でねカスタマイズしたりとかもできますね。
これ結構面白いというか結構変わるんですよねここで。あとは耳の形を測定とかですね。360度のこの音源音を聞くんであれば耳の形をちょっとねこう測定して、やらないといけなかったりとか、これまだ僕設定してないんですけど面白いですねこういうのとか。あとはこの音質、接続品質を接続優先にするのか、音質優先、基本これ音質優先がいいと思いますけどね。あとDSE をこれオンにしたりオフにしたり、一応バッテリーのね消費量が多分変わるんじゃないかなと思うんですけども、あとシステムでこうね通知音とか音声ガイダンス最初つけた時になんかバッテリーがねなんか 100% ですとか、なんか言ってくれるんですけども、そういうのうざいなって思った人はこう消したりとか、言語もね、変えれたりとか、簡単な感じではあるんですけども、こう電源ねオフにしたりとか、そういったこともね結構簡単にできるのかなと。アクティビティとかもねあとなんか見れたりもしますね。ってこんな感じですかね。アプリは。特徴3つ目としてはですね、コンパクトな設計と高い装着性というところですね。今回この WF-C500 はですね、長時間その装着しても非常に快適に使えるように設計されているということですね。まずは本体自体がもう 5.4g っていう風にめちゃめちゃ軽いんですよね。非常に軽いのと非常に小型化されているってところと、そしてこう耳からですね結構出っ張りとかも抑えられているということで、ちょっと実際にね装着してみたいと思うんですが、今装着した感じだとこんな感じですかね。これオレンジ色なんでワンポイントとかになって割とおしゃれなのかなとか思ったりもしましたが、ちょっと喋りづらいんで撮りますけど、実際装着感とかも使ってみたんですけど非常に安定してまして、マーク4とか採用されたですねエゴノミックサーフェスデザインっていうねものが使われております。特徴として耳とのこの接着面がね、多いのでかなりこう安心感というか安定感あるんですよね。実際に僕も装着した感じも非常にいいかなと、優しくなんかね包んでくれる感じがありますね。詳しくはちょっと後でお話しますが、あとイヤホンのケースとかも非常にこうコンパクトになってまして、ケース自体のねこう重さも 35g ってことでかなりね軽いですね。なのでポケットとか入れても全然ね特に気にならなかったかなっていうね。で4つ目としてはですね、バッテリー性能、これ防水性能に関してなんですけども、まずバッテリー性能本体のみでなんと10時間使えるということで、あとケース充電1回で合計なんで20時間の再生が可能になっております。かなりねこれ十分バッテリー時間としては使える性能なんじゃないかなと思いますね。特に本体だけで10時間使えるんで、例えばその AirPods とか AirPods Pro だと最大で本体で5時間とかあたりになるので、非常にバッテリー性能はね十分あるんじゃないかなと思いますね。また10分の充電ね1時間のね再生が可能なクイック充電にも対応してますので、充電がこうなくなっちゃったな、充電するの忘れてたなっていう時でも大丈夫かなと。でまた面白いのがこれ片耳のみでね使用もできるということなんですよね。通常こう片耳はケースにしまった状態でこう片方だけこうつけて音楽聴いたりね、これ電話したりねできますね。これ実際僕もやってみたんですけど普通にできました。電話とかねこうなんか通信とかがいいんじゃないかなと思いますけどね。防水性能については IPX4 相当を対応してますので、防滴っていう、ね、言い方が正しいと思うんですけども、なんで生活防水ぐらいなら全然大丈夫ですかね。ちょっとした雨とか汗とかであれば全然防滴ねできるんじゃないかなと思います。注意点としてはケースについてはちょっとね防水ではないっていうところはちょっと注意が必要かなと。はい、で最後5つ目ね特徴としてはこれスマート性能なんですけども、こちらね、もちろんまず Google と Amazon Alexa ですかね。Alexa のこの音声アシスタントというものは対応しておりますし、さらにこれ Android 端末のこの Bluetooth の接続に関しては、Bluetooth のペアリングですねの時には便利な表示というかポップアップが出てくるですね Google ファーストペアに対応しておりますと。これ結構いいかなっていうところで、またこの Google ファーストペアでペアリングすればですね、デバイスをこう鳴らす機能っていうのでイヤホンからこう音を出せるということですね。これ地味に便利というか、ちょっとなんかどこに置いたかね分かんなくなっちゃったな、なくしちゃったなみたいな時にこうちょっと音を出してね探せるっていうね、ものになります。またこれね Swift ペアというものにもね対応してまして、これね僕初めて聞いたんですけど Windows 10のパソコンでもこう簡単にねこうペアリングができるような機能もあるみたいですね。これなかなかこういうのは便利になっていいと思いますけど、ということで最後ちょっと1週間ほどね、実際使ってみてここは良かったなっていう点とか、ここはちょっと気になったかなっていう点ちょっと正直にねお話ししていきたいかなと思います。で最後に、こんな方には結構おすすめできんじゃないかなっていうね、買う価値あるんじゃないかみたいなね話をちょっとお話をしたいかと思います。まずいい点ね1つ目としてはね音質ですね。ここに関しては非常に1万円という価格を考えるといいんじゃないかなというところですね。1万円ほど言ったら価格でですね非常にクリアで聞きやすいというか、
本当にソニーらしい音っていうのが楽しめるのはめちゃめちゃいいなって思いました。実際3万円ほどするですね WF の大人気な 1000X この Mark4 にそちらの方向性に音としては非常にね、近いですね。さすがにそこまでいかないんですけども、個人的にはね結構この WF この C の500でね全然僕は十分かなっていうね感じしました。またさっきみたいにそのアプリでイコライザ機能とか使えれば結構ね音とかね変わるんですよね。ボーカルの音をちょっと前に出したりとか、メローな感じにしたりとかね、エキサイトでこうノリノリな感じにしたりとか実際結構変わったりするので面白いかなっていうところですね。はい、ただちょっと残念な点としてはLDAC に対応してないっていうところですかね。ここら辺はちょっとノイキャンとかねない分対応してほしかったなっていうのねありますね。はい、LDAC はハイレゾ音質相当のものを Bluetooth でも聴けるっていうものになるんですけども、それはついてないっていうのですね。で2つ目これ良かったっていうのはですね、装着感ですね。これはめちゃめちゃいいなと思いました。これはもう最初につけた瞬間ね、いいなっていうね感じしましたね。やっぱり実際今売れてるイヤホンでAirPods とかAirPods Pro とかもそうなんですけど、装着感がねめちゃめちゃいいんですよ。長時間つけててもなんかつけてることを忘れてるぐらいねいいんですけども、 C この500に関しても非常にいいなと思いましたね。ここに関してはね個人的にはこの Mark4 とかよりもですね非常にこっちの方がね僕は好きかなっていう、個人的には好きかなっていうね思いました。正直結構使いやすいんで、簡単にこう耳にねヒュッてはめるだけなんで結構万人受けするんじゃないかなっていうところで、そんな予感がしますけどね。耳へのね接着面っていうのが多いので、非常にこう安定感をね、こう感じるんですよね。絶対こうなんか落ちる感じがしないというか、でもそういった安定性は感じるんだけども、やっぱこうつけてもなんか優しく包み込む感じで、なんか別に圧迫感があるっていうね、感じでもないんですよね。これをなんか絶妙なつけ心地がいいなと思いました。ということで続いてはちょっと使ってみて気になった点ですね。どうなのかなっていうところをもう正直にお話ししたいと思うんですが、まず一つ目としてはノイキャンとかねやっぱ外部音の取り込み機能っていうのはないっていうところですね。これはもうね分かってることと思うんですが、これもちょっと価格から見てなくした機能だとは思うんですけども、ただノイズキャンセリングの搭載がないことに関してはもともとこのイヤホン自体の遮音性がね、割とあるっちゃあるんで、そこまで気にはならないかなというところなんですが、ただちょっと外部音取り込み機能はないので、なんでイヤホンつけたまま例えば会話するとかはちょっと厳しいかなっていうところはありますね。ただいらない人にとっては必要ない機能であるので、ちょっとどこをね、ここが必要なのか不要なのかっていう、どう見るかっていう、その人次第っていうね、感じではありますかね。気になる点2つ目としてはね、これマルチポイントの接続というのに対応していないっていうものですね。どういうことかというと、デバイス間の切り替え時がちょっと面倒かなっていうね思いました。例えばじゃあスマートフォンでこう音楽聴いてね、歩いているとするじゃないですか。で例えばどっかちょっとカフェ入ってパソコン開きますと、パソコン開いてじゃあこっちで例えば動画見たいとかね、切り替えて使うことって僕は結構あるんですけれども、そういった場合ってね、まずその時ってスマートフォンにまず Bluetooth 接続されてるので、そのマルチポイント例えば対応してないものだと、要するにスマートフォンの Bluetooth を一回切ってからじゃないとこのパソコンにつなげないんですよね。つながってる状態でこっちでつなげようとしてもつながらないんですよ。割とね面倒だったりして、これが要するにマルチポイント対応してたらスムーズにねいけるんですけども、もちろんその価格の面でね外したっていうのはあると思うんですけども、ここがあったら非常にね嬉しかったなっていう個人的な点ですね。割とねいろんなデバイス持ってる方も多いと思うんでっていうところですね。最後じゃあ買うべきね、こういった方おすすめなんじゃないかなっていう方ですね。まとめみたいなところなんですけども、やっぱりできる限りね価格を抑えてソニーのですねこの高音質の音を楽しみたい方ですね。そしてノイズキャンセリングとかその外部音取り込み機能っていうのは別に必要ないかなって、その分やっぱ価格安い方がいいんじゃないかなみたいな方にとっては非常にねこれおすすめできるんじゃないかなと思いますね。またやっぱこういったデザインとかね、ポップなカラーね、イヤホンって意外とあんまりね他になかったりね、こういったオレンジとか、パステルカラーみたいなって意外となかったりするので、気に入ったカラーとか、デザインがねいいなと思った方は全然ね購入してもいいんじゃないかなと思いますね。音質とか、あと接続面とか、こう耳への装着感とか、使い勝手に関しては全然ね問題ないかなと思いましたので、気になる方はぜひねチェックしてもらえればと思います。こちらの動画少しでもね役に立ったなと思った方はぜひグッドボタンだったりですね、チャンネル登録お願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバイ。よし。